人生が変わる最強の名言。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は必見人生が変わる名言集について解説していきます。誰でも人生を良くしたいと思っています。誰だって今よりももっと幸せになりたいです。ではどうしたらそうなれるのか。僕たちの体は昨日食べたものでできています。僕たちの心は昨日味わった言葉でできています。今の僕たちは日頃の習慣からできています。大切なのは素敵な言葉に出会うこと、そして朝の習慣を変えることです。僕たちは朝が来るたびに生まれ変わっています。どんなに辛くてもどんなに疲れていても次の朝起きた時に必ず元気になってください。昨日最悪だったとしても素敵な言葉のシャワーを浴びて今日を最高に変えてください。それに加えて朝8時までの時間の過ごし方を変えてください。それだけで人生は本当に良くなります。この動画では朝に聞くべき人生を変える名言を5個、人生を変える朝の習慣を2個、それぞれ解説していきます。この動画を見て元気になった、モチベーションが上がったという人はいいねやコメントをください。それでは朝に聞くべき人生を変える名言5個について解説していきます。1個目、ニーチェの言葉。いつも機嫌よく生きるコツは人の助けになるか誰かの役に立つこと。機嫌よく生きたいのであれば自分のために動くのはやめてください。自分のためではなく誰かの役に立つこと、そして誰かを助けることが大切です。ニーチェは朝の迎え方に関しても次のように言っています。一日をいいスタートで始めたいなら、あなたが目覚めた時に一日のうちに少なくても一人に一つの喜びを与えたいと思うこと。朝目が覚めたら今日は誰を喜ばせるのか、それを考えてから一日を始めるようにしてください。2個目、相田光夫さんの言葉。一番大切なものに一番大切な命をかける。人の考え方には4つあります。マイナス思考、割り算思考、プラス思考、掛け算思考の4つです。あなたはどれですか？それぞれ数字で説明していきます。例えばマイナス思考とは 10-10 イコール0です。割り算思考とは 10÷10 で1です。プラス思考とは 10+10 で20です。掛け算思考とは 10×10 で100です。それぞれの答えは0、1、20、100になります。マイナス思考の0と掛け算思考の100には100倍の差があります。考え方を変えるだけで結果は100倍変わるってことです。より詳しく説明していきます。まずマイナス思考です。計算式は 10-10 イコール0です。マイナス思考をすると答えは0になります。つまり結果が出ないってことです。仕事なんかしても意味ない。勉強なんかしても人生が変わらない。マイナス思考の人は何をやっても結果が出ないです。次は割り算思考です。計算式は 10÷10 で1になります。この程度でいいやと割り切る考え方をすると結果は1になります。マイナス思考よりはマシですが結果は出ない人の考え方です。次はプラス思考です。計算は 10+10 で20になります。勉強したら人生が変わる。仕事を頑張れば結果が出る。そうやってプラス思考すれば答えは20になります。まあそこそこの結果を出すことはできます。でも成功することもなければ一流になることもないです。最後が掛け算思考です。10×10 イコール100になります。一番結果が出る人の考え方はこの掛け算思考です。自分はこれに人生をかける。そんな風に何かに打ち込んでいる人です。何かを始めようとするときに中途半端にやるのではなく、自分にはこれしかない、そう考えることです。そんな思いで勉強をしたり、スポーツをやったり、音楽をやったり、仕事をしている人が一番結果が出る人の考え方です。あなたにはこれにかけたいと思える大切なものがありますか？これができれば結果は100になります。これに人生をかける、そんな気持ちで打ち込めるものに出会ってください。音楽に人生をかけている人は音楽家になることができます。
。筋トレに人生をかける人はバキバキの体になります。もしそんなものに出会ったら、あとはやりきるだけです。打ち込めるものがあれば可能性は100倍になります。才能はいらないです。学歴もスキルもいらないです。必要なのは掛け算思考を持つことです。これに人生をかける、そんな情熱さえあれば10が100になります。100は1万にもなります。天才とは情熱を持つ人のことです。僕は本に人生をかけています。本気で YouTube 図書館をやっています。中途半端な気持ちではなく、本気でこれにかける掛け算思考をあなたも持ってください。3個目、本田宗一郎さんの言葉。こちらが信用することによって信用される人間が生まれる。僕たちは全員幸せになるために生きています。あなたが生きているのは成功するためではないです。お金持ちになるためでもないです。成功よりも幸せが大切です。いくら成功しても心が満たされなかったら幸せではないです。実際世の中には不幸せなお金持ちがたくさんいます。ここで大切なことをお伝えします。人は愛を深めるために生きているってことです。人が生きるのはお金を稼ぐためではないです。そう思って周りの人を見てください。どんな人でも頑張っているって思えてきます。病気の人を見ても病気を通して愛を深めようとしています。シンプルにすごいことです。失恋した人を見ても失恋という体験を通して愛を深めようとしています。これもすごいと思えてくるはずです。相手を見るときはお金や学歴や見た目ではなく愛を持って見ることが大切です。それができるようになると相手もあなたを信用します。先にこちらから信用することによって信用する人間が生まれます。4個目、ピーター・ドラッカーの言葉。何のために存在するか、何のために行動するか、それを考えることが経営。例えば、居酒屋に行くと他の人に比べて明らかに動きのいいスタッフがいることってないですか？こちらの注文の気配をすぐにキャッチして、笑顔が良くて気の利いた一言を言ってくれる人です。なぜそんなに気が利くのか、あなたにはわかりますか？それはそのスタッフがいつか自分の店を持ちたい、そう考えているからです。動きのいいスタッフと動きの良くないスタッフは目的が違います。ただ仕事をやらされている人と自分のお店を将来持ちたいと考えている人では動きが違います。今やっていることは必ず未来につながります。今のあなたは過去の積み重ねの結果です。今日からの積み重ねが未来のあなたを作ります。このつながりを分かっている人は動きが良くなります。今目の前にいるお客様に自然と心が入ります。あなたはどんな自分でありたいですか？何が自分の幸せですか？そしてどこに行きたいですか？何のために生きていて何のために仕事をするのか、そこが明確になると今と未来の間に架け橋がかかります。今という瞬間をもっと大切にすることができます。あなたの働く喜びは何ですか？数ある仕事の中でなぜ今の仕事をやりたいと思ったのか、そして仕事の本質は何か、何のためにそれをするのか、そこをもう一度見つめ直してください。仕事の意味が変わってくると何のために働くべきか、そこが分かってくるようになります。5個目、アメリカの詩人の言葉、見る前に飛べ。近藤さんという成功者がいます。彼はニューヨークで起業して数百億円の資産を築きました。しかし50歳の時にポンドショックで倒産しました。残された全財産はわずか6000円です。そのお金でホテルに泊まって一日中泣いたようです。300億の資産が一瞬で6000円になってしまったらその気持ちもわかります。しかし近藤さんは一晩泣き明かした後、求人広告を見て営業の世界に飛び込みます。すると数ヶ月で営業マンになり、その後テレビに出たり新たなビジネスで大成功します。そんな近藤さんが人生に奇跡が起こらない理由を教えてくれます。裏を返せば奇跡が起こらない理由を知ることによって奇跡を起こす方法がわかります。あなたに今から名言をお伝えします。奇跡が起こらないのは飛び込まないからです。近藤さんが泣いた時間はたったの8時間です。その翌朝には求人情報を見て営業の世界に飛び込んでいます。奇跡が起こらないのは飛び込まないからです。
世界は奇跡を待っています。飛び込むのは明日ではなく今日です。もし悲しいことがあったら8時間泣いていいです。ただし8時間が過ぎたら飛び込んでください。そうすることによって人生が変わっていきます。続いて人生を変える朝の習慣を2個解説します。1個目、95% は満足しない生活を送っている。人生で避けたいことは死ぬ前に過去を振り返ってあれをやればよかった、これをしなきゃよかったと後悔することです。あなたにはそうなってほしくないです。アメリカの社会保障局のデータによれば、100人のうち裕福な人が1人、経済的に安定している人が4人、仕方なく働き続けている人が5人、死亡した人が35人、経済的に困難で苦しい思いをしている人が54人です。このデータからわかる通り、成功している人はわずか 5% だけです。残りの 95% は働きたくない、経済的に苦しいなど一生苦労が続いています。あなたは上位 5% に入っていますか？ではその 5% に入るために僕たちは何をしていけばいいのか？そのために必要な3つのステップを解説します。ステップの1、95% は妥協の人生を生きている。この事実をまずは認めてください。あなたは今どちらですか？最高の人生なのか？今我慢している時期なのか？まずは現状を受け入れることです。100人に95人の人が望み通りの人生を生きていない。これをまずはしっかりと受け入れてください。では具体的に何に妥協しているのか、主に4つあります。当てはまっているかチェックしながら聞いてください。1つ目が健康面です。健康的な生活を送っていますか？理想的な体型になっていますか？太りたくないとみんなが思っています。しかし甘いものを食べたり、運動をサボったりなど健康面で妥協しています。2つ目は精神面です。やりたくないのに生活のために我慢をしたり、関わりたくないのに仕事だから離れられなかったり、人間関係がうまくいかず、精神的に辛い思いをしている人が多いです。3つ目は恋愛です。一緒にいたくないのに別れられない。好きじゃないのにお金が理由で結婚したり、恋愛や結婚でも妥協する人が多いです。4つ目は経済面です。ほとんどの人の収入は本人が望む収入額に届いていないです。つまり収入的に妥協しているってことです。このように多くの人が本当の理想よりもはるかに下の人生を送っています。まずはこれを認めてください。続いてステップの2つ目、あなたが人並みの人生を選ぶ5個の理由。妥協していることが理解できたら、次はなぜ妥協しているのか考えたいと思います。妥協の原因の1個目、バックミラー症候群。僕たちは過去を再生する癖があります。昔の自分を今の自分と思い込んでいます。僕たちは過去の縛りを基準にして自分の限界を決めています。そのためせっかくのチャンスが来てもバックミラーで過去の自分の限界をチェックしてしまいます。例えば学歴が良くないから今も頭が良くない、そう考えてしまいます。過去のあなたっていうのは未来のあなたとは違います。これをしっかりと理解してください。確かに今のあなたの姿は過去の行動の結果です。過去の積み重ねが今のあなたになっています。しかしこれから進む未来は今この瞬間からあなたが何を考えて何をするかによってどんどん変わっていきます。大切なのは未来のためにどれだけ行動できるかです。続いて妥協する原因2個目、目的がないことです。あなたには人生の目的がありますか？大きな夢がありますか？もしないのであれば妥協する人生を歩んでいきます。トップ 5% になる人には人生の目標がしっかりとあります。毎日早く起きたい、目標に向かいたい、そう思える目標を作ることが重要です。僕の人生の目的は自己成長と社会貢献です。そのために毎日本を読んで、本で学んだことをこうやって動画に撮っています。続いて妥協する原因の3個目、平凡な友人の輪に入っている。人生は長く時間を共にする周囲の人5人の平均した人生になります。つまりどんな人と一緒に過ごすかで未来は自然と決まります。よく連絡を取っている5人を LINE から見つけてください。もしあなたが変わりたいのであれば、まずは付き合う相手を変えることです。ベストなのは理想を叶えている人の考え方に触れ続けることです。続いて妥協する原因の4個目、成長の欠如。
あなたは毎日成長したいと思っていますか？多くの人が成長するための時間を確保していないです。本を読んだり、勉強したり、尊敬している人に会ったりです。成長のために時間を使うことが大切です。妥協する原因の5個目、緊急性の欠如。今はうまくいかなくても、そのうちなんとかなる。このように考える人が9割です。いつかやろうはダメです。いつかやろうはバカ野郎だと考えてください。人生で最も大事なのは、明日でも1週間後でもなく今です。明日からやるという思考はないです。今日からすることが大事です。今のあなたの選択が今後の人生のクオリティを決めます。最後はステップの3、理想の人生を受け入れることです。あなたは今日から変わることができます。今から行動を始めることです。明日からではダメです。今からです。今変わらないと絶対に変わらないです。自分が進歩しないと人生は良くならないです。常に自分を成長させる時間を持ってください。続いて人生を変える朝の習慣の2個目、イメージング。人生はイメージできることしか実現しないです。イメージできるかどうかが目標を達成するキーワードになります。イメージングとは想像力を使って行動や結果を心の中でイメージすることです。あなたが前向きな結果を出すための訓練になります。今すぐ達成したい目標を具体的にイメージしてください。想像してください。そして必要な行動を心の中でリハーサルしてください。イメージングは成功に重大な役割を持っています。ビル・ゲイツやタイガー・ウッズ、ビル・スミスなどの著名人もイメージングをしっかりと活用しています。タイガー・ウッズはショットを打つ前に必ずイメージングを使って完璧なスイングを心の中でリハーサルしています。俳優のウィル・スミスは売れるまでの何年もの間、自分が成功したイメージを思い浮かべていました。あなたも成功したイメージを思い浮かべてみてください。イメージングには3つのステップがあります。ステップの1、心と環境の準備です。静かな環境で行ってください。その方がイメージが膨らみやすいです。ステップの2、本当の望みをイメージしてください。あなたの望みは何ですか？どうしてそうなりたいですか？もしあなたが宝くじに当たって、どんなものでも手に入って、したいことが何でもできるようになったら、どんな自分になりたいですか？これを真剣に考えることです。ステップの3、あなたのなりたい姿をイメージすることです。望みが決まったら、それが現実になった姿をイメージしてください。そして毎日やるべき行動を自分がしている、そんな自分を想像してください。そして達成までのプロセスを楽しむイメージを持ってください。人生を変えるために大切なことはたった2つです。毎日素敵な言葉に出会うこと、そして朝の習慣を変えることです。今日伝えた5個の言葉、そして朝の2つの習慣を身につけてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。